終焉と誕生が織り交ざる漆黒の舞台。一つの星が寿命を迎えるとき、激しい爆発や光の羽ばたきのような星雲を残し、新たな物質の再生へとつなげます。星の残骸は暗闇の中に芽吹く光の種となり、やがて宇宙を照らしていくのです。美しき星の終焉。崩壊は次なる誕生を約束する宇宙のサイクル。私たちはその壮大な物語のほんの一部を目撃しているに過ぎません。今回は星の崩壊と誕生がもたらす幻想的な世界へ皆様をお連れいたします。宇宙には崩壊と誕生が織りなす永遠の輪廻が存在します。さそり座の方向、地球からおよそ5500光年。そこに広がるロブスター星雲は、かつて輝いた恒星たちの亡骸。爆発や強烈な光線風によって撒き散らされたガスと塵が織り上げた荘厳な墓標のような姿を見せています。この星雲の中心に集う若き星々ピスミス24。太陽の数十倍もの質量を持つ若き巨星たちが集まっています。創造と破壊が織りなす壮大なる宇宙のキャンバス。星団の中心に輝くのがピスミス24の1。かつては太陽の300倍もの質量を持つ単一の星と考えられていました。観測の結果、少なくとも2つの大質量星からなる連星であることが判明しました。それぞれの星の質量は太陽の74倍、そして66倍。宇宙に存在する最も重い星の一つなのです。この観測により、大質量星がどのように生まれ、どのように星雲を形作るのかという謎を解き明かす重要な手がかりとなりました。星は崩壊を迎えるたび、宇宙に種をまき、その種からまた新しい星が生まれ、ロブスター星雲とその中心部のピスミス24は宇宙が奏でる壮大な物語を私たちに語りかけているかのようです。宇宙に咲く光の花、オリオン大星雲。
地球からわずか1350光年。地球に最も近い活発な星のゆりかごです。今も新しい星々が誕生する瞬間が繰り広げられています。オリオン大星雲の中心部にはトラペジウム星団と呼ばれる若き巨星たちが輝いています。強烈な紫外線が周囲のガスを点にさせ、星雲を幻想的な光で照らし出します。ハッブル望遠鏡によって捉えられたプロプリッツ。生まれたばかりの星を取り囲む原始惑星系円盤です。惑星系の誕生が宇宙において普遍的な営みであることを示しています。大質量星の強烈な恒星風はガスと塵を吹き飛ばし、空洞や柱状の構造を彫刻のように刻んでいきます。星々が創造と破壊の舞踏を繰り広げているかのようです。オリオン大星雲は星の誕生から惑星系の形成へと続く宇宙の生命サイクルを映し出す貴重な場なのです。南の空に広がる壮大なる光の舞台、龍骨星雲。その内部にひときわ異彩を放つ領域があります。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた宇宙の賭け。宇宙における果てしない断崖絶壁。見る者の心を圧倒する美しさです。若き大質量星たちが放つ強烈な紫外線と恒星風が星雲を削り取り、巨大な空洞を作り出した結果、浸食に耐えた濃密なガスと塵の塊だけが取り残され、霧に浮かぶ山脈のようにそびえ立っています。
そこから立ち上る蒸気の正体は、紫外線で熱せられたガスと塵が光を帯びて流れ出す姿。自然が描き出した宇宙ならではの幻想的な風景です。塵の奥深くでは、新しい星々が次々と生まれています。まだ幼い原始星の姿、その星から吹き出す力強いジェットの光景が広がっているのです。宇宙の崖は地球からおよそ7600光年。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は従来の望遠鏡では決して見えなかった星の誕生の秘密を明らかにしました。星がどのように生まれ、どのように成長し、宇宙を照らしていくのか。その謎を解き明かすためのかけがえのない鍵なのです。龍骨星雲には、星の誕生とは対照的な崩壊の予兆も潜んでいます。イータ・カリーナです。太陽の100倍を超える質量を持つ巨星。誕生の瞬間から短く、激しく燃え尽きる運命を背負っていました。19世紀半ば、この星は突如として大爆発を起こし、太陽数十個分もの質量を宇宙へと放出しました。その結果、今も周囲を取り巻くホムンクルス星雲が広がり、巨大なガスと塵の殻が光に照らされて有限な輝きを放っています。イータ・カリーナは現在も不安定に脈動し、かつての爆発の名残を見せています。やがて超新星、あるいはそれをも超える手や不安定な多超新星と呼ばれる宇宙最大級の爆発を遂げる可能性があります。その瞬間、星は自らの存在を消し去ると同時に、莫大なエネルギーと元素を銀河へ解き放つでしょう。龍骨星雲には誕生と崩壊が共存しています。その循環こそが宇宙を形作り、新たな世界を生み出していく。宇宙の創造の息吹と破壊の鼓動が今も刻まれ続けているのです。漆黒の宇宙に浮かぶ壮麗なる星のゆりかご、ワシ星雲。地球から7000光年。天
ヘビ座の方向に広がるこの星雲は、1995年、ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた一枚の画像によって、世界にその名を轟かせました。創造の柱です。冷たい分子水素と宇宙人が織りなす柱状の巨大な構造。天空にそびえる崖のようでもあり、天を指す指のようにも見えます。柱は近くの若き恒星が放つ強烈な紫外線と恒星風によって刻一刻と削られ、崩れゆきながらも新しい命を育んでいます。柱の内部、そして先端には星の卵とも呼ばれる密度の高いガスの塊が存在します。X と呼ばれるそれらは新たな恒星が誕生するゆりかご。宇宙における生命の源泉が静かに脈動しているのです。2022年、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がその奥深くに目を向けました。赤外線の眼差しが映し出したのは、ハッブルの可視光では見えなかった生まれたばかりの赤い原始星の姿。さらに若き星が放つジェットが周囲のガスの柱に衝突し、宇宙に鮮烈な痕跡を刻む瞬間までもが鮮明に捉えられたのです。和紙星雲の創造の柱は、星がいかにして塵とガスの海から姿を現し、数百万年の時を経て光り輝く存在へと成長していくのかを解き明かす壮大な記録なのです。巨大な毒蜘蛛のような姿のタランチュラ星雲。天の川銀河の周囲を公転するバン銀河、大マゼラン雲の中に広がるこの星雲は、地球からおよそ16万光年。天の川銀河を含む周囲の銀河群の中で、最も大きく、最も明るい星のゆりかごです。創造と破壊、誕生と終焉が渦巻く場所。中心に輝くのは巨大星団 R136。太陽の100倍を超える質量を持つモンスター級の星たちが密集し、圧倒的な光と力で星雲を照らしています。1987年に出現した超新星 SN1987 で、人類が目撃した中で最も近い超新星爆発の一つであり、その残骸は今も星雲の中に息づいています。超新星の衝撃波は周囲のガスを圧縮し、新たな星を誕生へと導く。
崩壊が次の命を育む宇宙の循環を物語っています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の眼差しが、さらに深淵を切り開きました。赤外線によってガスと塵の帳を突き抜け、これまで隠されていた何千もの若い星々の姿を明らかにしたのです。タランチュラ星雲は、巨大な星の誕生、進化、そして宇宙の未来を紡ぐ壮麗なる場。私たちは今、星々が織りなす銀河の物語を、かつてないほど鮮明に目撃しているのです。闇に浮かぶ青白く輝く瞳。猫の目星雲は入座の方向、およそ3000光年の彼方に存在する惑星状星雲です。宇宙がこちらを見つめ返しているかのようです。太陽に似た恒星が寿命を終えるとき、外装を宇宙に吐き出しました。残された中心の星は白色矮星となり、今もなお強烈な紫外線を放ちながら周囲のガスを照らし出しています。猫の目星雲の姿は、数千年にわたる恒星の鼓動と放出されたガスの相互作用によって描かれた宇宙の芸術。惑星状星雲の中でも最も複雑な構造を持つ天体の一つです。ガスの流れ、磁場、そして恒星風の衝突が織りなすその模様は、終焉の美学を体現しているかのよう。やがて数千年の時を経て、この美しい瞳は宇宙に溶け、姿を消すでしょう。その過程で放たれた物質は銀河へと散り、新たな星の材料となるのです。終焉の輝きが描き出した宇宙の神秘の眼差し。宇宙が私たちに問いかけるように静かに見開かれているのです。1054年、世界各地の空に突如として昼間でも見えるほどの輝きを放つ星が現れました。世界の天文学者たちがその異変を克明に記録しています。恒星が終わりを迎えた瞬間、超新星爆発でした。その名残が今も牡牛座の方向、およそ6500光年の彼方に広がる蟹星雲です。天の川の闇の中に
淡く広がるガスと塵の残骸。カニの甲羅に似ていることから、この名が付けられました。カニ星雲は爆発の衝撃波で吹き飛ばされた物質が時速数百万キロの速度で広がり、今なお成長を続ける巨大な残骸です。内部にはかつての恒星の核が中性子星として生き残り、超高速で自転しながら強烈な電磁波を放っています。カニパルサーです。そのリズムは宇宙の鼓動のように星雲全体を揺さぶっているのです。X 線、ガンマ線、そしてラジオ波。カニ星雲はあらゆる波長で観測され、超新星残骸とパルサー風星雲の両方の性質を持つ特異な天体。また、天文学における時間の証人でもあります。終焉を迎えた星がいかにして宇宙に物質をまき散らし、新しい星の材料を生み出すのかを示す場なのです。1054年の先行から1000年近い時を経た今もなお、カニ星雲は宇宙に刻まれた星の最後の記憶として、静かに力強く輝き続けています。南天の空に浮かぶひときわ美しい光の輪、南のリング星雲。地球からおよそ2500光年の彼方に広がっています。その姿はまるで宇宙に浮かぶ宝石。美しさの正体は、一つの恒星が迎えた終焉の記録です。かつて太陽の数倍の質量を持っていた星が寿命を迎えた時、外装を宇宙空間へと吐き出し、中心に白色矮星を残しました。放出されたガスと塵は星の光によって照らし出され、色鮮やかなリングのような輝きを見せているのです。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた映像は驚くべきものでした。ガスの層が幾重にも重なり、複雑な波紋のように広がっている。星が断末魔のように幾度も外装を吹き飛ばしてきた証です。さらに、中心には一つではなく、二つの星が存在していることが明らかになりました。暗星との相互作用がガスの形を歪ませ、星雲をより幻想的な姿へと変えたのです。青く輝く中心の白色矮星は、やがて冷えゆき、永遠の沈黙へと向かいます。その周囲に撒き散らされたガスと塵は、やがて宇宙に帰り、新たな星を形作る材料となるでしょう。
夜空を彩るひときわ鮮やかなキャンバス。蛇使い座の方向、地球からおよそ400光年。そこに広がるのは蛇使い座老星雲複合体です。宇宙が描いた幻想的な絵画のようです。青くきらめく反射星雲、赤く燃えるような汽船星雲、そして漆黒の暗黒星雲が重なり合い、豊かなコントラストを生み出しています。蛇使い座老星雲複合体は、天の川銀河で最も近い大規模な星形成領域の一つ。星の卵である分子雲が数多く存在し、その内部では今まさに新しい星や惑星系が形作られつつあります。まだ幼い原始星たちは熱い塵に包まれ、その誕生の炎を隠していますが、赤外線望遠鏡の目はその鼓動を捉えています。青、赤、黒の三重奏が織りなす宇宙のパレット。星の誕生、光と闇の共演、そして未来の太陽系のような世界が芽吹く壮大な宇宙の物語が刻まれているのです。宇宙に浮かぶひときわ優雅な姿。バタフライ星雲です。光の蝶が羽ばたいているかのように広がるその姿は、終焉を迎えた恒星が最後に描き出した壮大なるアート。地球からおよそ3000光年、蛇使い座の方向に位置するこの惑星上星雲は、太陽と同じような恒星が寿命を終えた姿を映し出しています。中心には静かに崩れゆく恒星の核心。その周囲から放たれたガスが双方向に吹き出し、蝶の羽のような形を形作っているのです。星雲の中央には二つの星の寄り添う粘星系が存在していると考えられています。互いの重力がガスの流れを複雑に歪め、羽ばたく蝶のような対称構造を作り上げました。ガスの翼は秒速数百キロメートルという凄まじい速さで宇宙空間へ広がっています。赤、青、黄金の光が混ざり合い、まるで生命の残り火が宇宙に舞い散るかのようです。数万年も経てば、広がったガスは薄れ、星雲はやがて宇宙の闇に溶け込んでしまうでしょう。その短い時の中で、終わりは次の始まりであることを静かに語りかけてきます。一つの星の終焉が新しい星々を育む材料となり、宇宙のサイクルを紡いでいく。儚さと永遠を併せ持つ宇宙からのメッセージなのです。星の崩壊は
宇宙における最大の悲劇であり、同時に最も美しい創造の瞬間です。破壊の中に宿るのは確かな再生の力。星が一生を終えるとき、その終わりは壮大な再生の始まりとなります。崩壊と創造、終焉と誕生。その終わりなき循環こそが宇宙を永遠に生かし続けるのです。今もまた、遥か遠い銀河のどこかで一つの光が消え、新しい輝きが誕生していることでしょう。私たちが見上げる星空は、美しき終焉と誕生の物語を永遠に語りかけているのです。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。